これはですね、営業に苦戦しているはずです。営業はと考えてください。営業ができる人とやっぱりそのお客様との関係性って、本当に分かりやすく例えて言うと、医者と患者の関係性に似ている。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、現在までに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成などについてお話ししています。興味がある方がいたら嬉しいです。はい。ということで本日もよろしくお願いします。お願いします。今日のテーマがですね、営業に必要な思考と行動ということで、これがおそらく営業の基本になってくるかなと思うんですけど、どういった内容か思っていただけますでしょうか。はい。はい。営業の仕事とはというのが1回目。2回目が営業の、において大切なこと。はい。そして今回が思考と行動の基本ですね。1つ目はですね、営業というものは説明や説得ではなく、はい。誘導と理解してください。誘導。はい。ほう。営業っていうとですね、説明してるだけの人とか、はい、会社の説明、商品の説明、あとはお客様どうしますみたいな。ブブーですね。ブブーですか。はい。で、説得っていうのも、はい。うちがいいんですよ。うちやってくださいよ。うちから買ってくださいよ。で、納得させようとしますよね。これもどっちかというとブブーと。おー。でも、ほとんどの人が説明か説得をしようとしてるんですよね。なんかイメージ湧きますね。だからお客様に、説明っていうのは、はい、お客様に理解をしてもらおうと思っているという行動ですね。はい、納得してもらうっていうのは説得しようとして納得してもらうっていう行動ですね。これはですね、営業に苦戦しているはずです。苦戦してる。はい。ほう。理由としては、大体のお客様はまだ買ってもいない未知の商品サービスを基本は素人、相手のお客様はそのものに関して素人なはずですよね。の人が 100% 理解したり納得することはないですよね。そうですね。確かに。営業は誘導であると考えてください。誘導。はい。これが1個目ですね。はい。2つ目、誰に売るのかと。ターゲットを明確にしてください。その商品を買おうと思ってる、もしくは興味がある多数を占めるメインターゲットでもいいですと。はい。苦手なこのタイプでも何でもいいですと。はい。ポイントはできる限り、可能な限り具体的にターゲットを描いてください。弊社で言うと引っ越しなので、はい、例えば単身の引っ越しだとしたら、そうですね、うちは多いのは20代後半30代。で、東京だったら東京で働いてる人。で、大体こういう人はこのぐらいの収入で、多分このぐらいの経歴で、みたいな。属性ですね。とかをちゃんと出しながら、ターゲット像をちゃんと明確にすると。明確にする。そこは、はい、ちなみにどこまでの流度でターゲット像っていうのは絞っておいた方がいいんですか？マーケティングとかやるときにですね、ペルソナを書きましょう。作りましょうって言うんですけど、大体年代、例えば、そうだな、会社員とか、フリーターとか、そういうものを、もしかしたら男女もそうかもしれないですし、でもそれぐらいがいいかな。例えば年代、仕事、男女、で、その人の多分経歴、イメージは例えばじゃあ水のこちに住んでる30代一人暮らしの男性、おそらくこの人は大学卒業して渋谷にある会社に就職している。だから22歳ぐらいから働き始めて、渋谷あたりの、要は渋谷あたりだと大体 IT 企業多いよねと。例えばですよ。IT 企業で新卒から働いてる男性です。引っ越すっていうことは、例えばじゃあ溝の口からですよ。仮に大体のパターンでいくと、ちょっと近くなる渋谷にか、もしくは例えば笹塚とかに引っ越しました。これ路線が変わるんですよ。転職したのかな。なるほど。新宿で働くのかなとかね。こうやって想像を巡らせながら、実態をなるべくリサーチして、ペルソナを作ってるわけです。とか、50代男性とか家族、奥さんがいて子供が2人いる。50代だと子供がもしかしたら中学生、高校生みたいな。
ここからここに引っ越すっていうことは多分そういうことじゃないかみたいなね。これを、まあ想像もそうだし、それを事実とか、いろいろリサーチをしながら、まあ実態になるべく近く当てはめていくんですね。なるほど。こういう感じで、そうですね、やっぱり年代、まあ家族構成、仕事何してるか、もしくは会社員とか自営業とか、経営者とか、フリーターとか、まあ男女ひっくるめても、単身だったら男女とか、どっからどこに引っ越すってことはこの辺で当たりてんじゃないかなとか、まあ、このぐらいの要素は僕らで言うと想像した方がいいですね。そうなってくると、例えば大体のパターン的に、現代で大体分かりますよね。で、ここに住んでてこういう感じでってなると、やっぱいろいろ、こういう人にはどう言った方がいいとか、こういう人にはこういうこと言っちゃあまり良くないとか、こういう発想につながっていくわけですよね。なるほど。で、そこになりきってみると、こう言われたらピンとくる、ピンとこないとか、なんかそういう感じもできますね。3つ目ですね。顧客。お客様との理想の関係は医者と患者です。へえ、面白いですね。一般的に営業マンっていうと、強引に物を売りつけたり、ペコペコしてなんとか物を買ってもらおうとしたり、そういうイメージ、意外と持ってる人いるんですよね。あります。でも、やっぱり売れている人、営業ができる人と、こう、やっぱりそのお客様との関係性って、本当にこう分かりやすく例えて言うと、医者と患者の関係性に似ているんだと。もし自分がですよ、患者だったらどう思うかっていうと、お医者さんが、あなたはこの病気です。この薬飲んでください。しっかり飲まないと治りませんよ。みたいな感じで、お医者さんはやっぱ専門家で断言するじゃないですか。僕が患者だった時に、僕がお医者様に求めるっていうのは、やっぱ専門性と、もっと言うと親切とか熱意ですよね。で、となるとお客様も営業、要はお客様からしたらどっちだったら引っ越し会社だから、話してる人は引っ越し会社の人。だからプロ、専門家と思ってるわけですよ。に求めるものは、同じくその分野の専門性と親切熱意じゃないですかと。お客様の本当にその自分にとってこの商品サービスが必要か適切か、一番ベストな選択なのかという疑問を持っているわけですと。それはやっぱプロなんで、親切に熱意を持ってちゃんとヒアリングをして、で必要であれば専門家として自信を持ってサービスを提案します。医者と患者の関係性っていうのは、親切で熱心なプロと素人の関係じゃないですか。これは医者と患者って言うとみんなああって言うんですけど、営業とお客様も一緒です。プロっていうのはやっぱりね、自信に満ち溢れてなきゃいけないんですよ。自分がお客様の立場で考えたら当たり前ですけど、プロに話をしているのに、そのプロが自信がなさそうな人。いや、僕アマチュアなんで、とか、僕も始めたばっかりで、とか、まだ見習いなんで、ちょっと僕もこのケースあんまりわからなくて、そんな人から買いますか？そんなお医者さんがいたら、この病院やべえな、もう行くのやめようと。この病院探しますよね。売れない営業マンっていうのは大抵が自信がないから売れないんですよ。また売れてないから自信がないんですよ。こうやって負のループになるんですね。で、自分は売れない。売れないから自信が持てない。このとにかく繰り返しますよ。だからちゃんと自信がある自分を最初には演じなさい。そこから言うんですよね。やっぱりお客様っていうのは、そういうところを定性的ですけど見てますよ。だから僕らもよく言ってますけど、会社のこうキャッチコピー的にですね、僕も引っ越し大好きなんで、引っ越しが大好きなアップル男子がとかって書いてるんですけど、自分の仕事を嫌いな人と好きな人があなたの目の前にいるとして、どちらから物を買いたいですか？当然好きな人ですよね。だって自分が引っ越ししたいと思ってるどの会社にしようかなと思ってる中で、A 社さんは私たちは引っ越しが大好きでやってますと。会社、営業マンと、僕らは別に引っ越しなんか好きじゃありません。仕事でしょうがないから金を稼ぐためにやってるんですよと。いう B 社さん、営業。どっちから買いたいですか？絶対好きな方ですよと。だからお客様って意外と、お客様も言語化できてないけれども、やっぱり専門家のあなたの営業としてのあなたの自信とか、そういうところを見てるわけですよ。感じてるわけですね。なるほど。だからあなた営業として自分が売ってる商品をちゃんといいものが好きだとか、いうのは会社が好きでもいいですけど、その商品が好きだとか、
その商品がいいと思ってるかとか、当然ながら僕としては思ったわけですね。自分が良いと思う商品でなければ売れません。その極論は自分が例えばじゃあ自分が引っ越すときに自分だとしたら自分がじゃあアップルで引っ越しますというふうにちゃんと自分で思っているから進められるわけですね。だからいかにやっぱり自分たちの商品がそのお客様の役に立つかとか社会の役に立つかとかっていうのをやっぱちゃんと考えないといけないですね。なるほど。仕事だから生活のためだから、金稼がなきゃいけないから別に自分は買わないけど自分だったら買わないけど会社に勤めてるから売ってんだよと、これは売れないんですよね。だからお客様にサービスをやっぱ本来売るっていうのはまず自分自身がその自信を持ってそのサービスを売れるようになってからなんですよ、本当はね。買う理由が腑に落ちないサービスをお客様に売ることはできないんですよ。サービスを売れる理由っていうのが自分自身でやっぱ心の底から納得できたらこの商品サービスがあなたにとって最適だと思うのでぜひやりましょうって言い切れるし言い切るんですよ。この薬治療法があなたにとって最適ですから一緒に立ちまで頑張りましょうみたいなことを言うわけですね。とにかく顧客との理想の関係性は医者と患者の関係性を持つんですよ。医者と患者の関係性。別の言い方をしますけども一つ、交渉だと思いなさいみたいな。交渉の主導権はこちら側が持たないと、だってプロなんだから。だから売れない人っていうのは、そのさっきの言い方だと説明してる、理解してもらおうとしてる、説得してる、納得してもらおうとしてる。それに加えて言うんだったら、主導権を持ってない。交渉のプロなのに交渉の主導権相手に渡してる。こういう人は売れないですよね。3つ目では、これはじゃあ具体的に何やっていくんだって話なんですけど、基本のステップ、要はやらなきゃいけないこと、営業としてやることは、基本的には 5段階ですよね。1つ目は人間関係構築。信頼関係の構築ですね。これは 2B であっても 2C であっても、相手が誰であっても、かける期間とか内容は若干前後しますけど、必ず必須です。必須。だから B2B で行くならば、売れるまでに最初にやることっていうのは、人間関係の構築を相手としていく。取引先としていく。信頼されるように関係構築をしていく。僕らみたいに、ちょっとスパンが短いもの、2C で、例えば極端な話、営業で早ければもう30分の電話で全部が終わるってなるとすると、最初にやることは、いかに信頼をしてもらうかと。その30分であって。これがまず1個目ですね。2つ目は、ニーズとウォンツですよね。ニーズとウォンツ。これを掘っていくんですけど、ニーズっていうのは、何に困っているのかな、みたいなことですよね。うちだったら引っ越ししたいんだけど、どこを選んでいいかわかんない。引っ越ししたいというニーズ。だけど、どこを選んでいいかわかんない。どこを選ぼうか、みたいな感じですよね。基本的にニーズがないものは売れないですし、だからニーズがない、気づいてないものはニーズを掘り起こすか、もしくは向こうからもうニーズがあるものに関しては、そのニーズにどう応えていくかと。もしくはもうちょっと深掘りしたら、違うニーズが出てきたとかね。ニーズをとにかく確認して掘る。ウォンツっていうのは、で、結局どうしたいんだっけと。欲しいものは何かと。割とニーズに偏ってると欲しいものが何かとお客様も忘れてる場合があるんですよね。こちら側もそれを確認するのを忘れてる。俺が欲しいんだ、これが必要なんだって思ってること。ここをまず深掘る。っていうことと、お客様が実は気づいてないニーズが、とかウォンツだったりするんですよ。気づいてない。お客様がこうだとも思い込んでいて、ここしか見てない場合みたいな。そうするとここしか見てないんだけど、実はここにウォンツがあるみたいな話です。これを掘ってあげる。っていうのが2つ目やることなんですよね。なるほど。このさっきの医者と患者で言うと、熱が出た。鼻が詰まってる。風邪なんですって来る人がいるんですよ。風邪を治してほしいって来る。お客様のニーズはこれだと。でもお医者さんっていうのはちゃんと診察して、これ風邪じゃないねと。花粉症だねみたいな。そしたら本当はウォンツ変わるじゃないですか。風邪だと思って風邪薬塗ろうと思ってきたのに、花粉症だったら違う薬になるわけですよ。確かに。だから未来こうなりたいっていうのは結局この鼻詰まりとかこの熱を下げたいとかね、要は快適に健康で暮らしたい、この病気治したいみたいなウォンツだったりする、いろいろあるので、気づいてない価値を気づかせてあげることみたいなのがもしかしたら別の言い方ではポイントですよね。なるほど。1番、2番やった後に商品の説明ですよ。この商品の説明もポイントとしては、
その商品にもよりますけど、これもなるべく簡潔に言うと、機能的な価値と情緒的な価値、これちゃんと説明した方がいいですよね。機能的な価値と情緒的な価値。はい。例えば、うちが引っ越しだったら、商品の説明ってあんまいらないです、本当は。だってお客様もイメージできるし。まあ確かに、そうですね。単純に言ったら、品物を A 地点から B 地点に運ぶっていう話なんで、いけてない業者は、この商品説明を結構はしょってたりするんですよね。でもやっぱりちゃんとそこには中身いろいろあるから、例えば引っ越しで使う段ボールとか、業者側からするとあげるもんだ、セットについてくるもんだってあんま説明しないんですけど、さっき言ったようにお客様素人なんで、だとしたら何枚差し上げて、それはサービスでなのか、有料なのか無料なのかとかね。例えば布団を入れる袋があってとか、これをちゃんと説明した方がいいですね。なるほど。あと、うちの商品は無形商材でもあるわけですね。人がやるので。無形商材ってなかなかその機能的に説明しづらいので、情緒的にちょっと説明も入ったりするわけですね。うちはどんなスタッフがいて、みたいな。どういう評価を得ていて、こんな実績が出ていますとか。うちは人が商品みたいなもんだから、ある意味、スタッフ説明も多少あるんですよ。なるほど。っていう感じかな。とにかく3つ目は商品説明ですね。今度4つ目。ここでようやくクロージングですよ。クロージングのやり方もいろいろ細かくまた言ってきますけど、みんな大体ここで終わります。終わりじゃないんですか？ 5 番目があります。5番目は、言い方どう言えばいいかわかんないですけど、反論解決みたいなんですね。要は、クロージングして終わりだとみんな思っちゃってるんですよね。だけど、必ず一筋縄ではいかないという前提があるんですよ。4番で終わるときって、そもそも前回の動画でも言いましたけど、営業じゃないですよ。ニーズがめちゃめちゃあって、要はその営業しなくても売れる時の状態がもうあったら、そもそもクロージングすらもいらないかもしれないけど、スパンと売れるわけで。基本的に営業は、やっぱりクロージングしても一筋縄ではいかないという前提も持っとくので、クロージングがうまくいかないとき、クロージングで終わらないときの次を考えておくっていうのが当たり前ですね。なのでクロージングしにかかったとしても、結局あれやこれやの理由付けて売れない、売れないというか反論がある、という前提で最後にその反論を解決するっていうステップが必ずいります。なんで今日話したかった3つ目としては、基本のステップ、やるべきこと、やることっていうのは、1、信頼関係の構築。2つ目、ニーズ、ウォンツを確認深掘り。3つ目、商品の説明。4つ目、クロージング。5つ目、反論解決。営業としてやるべきことはこの5個だと。基本これをまず理解しましょうっていう感じですね。なるほど。しっかりと営業として思考とやるべきことっていうのが5つあるとか。そういうことをしっかりここでは、学びましょうと。いや、すごいためになるお話、ありがとうございました。今回以上になります。もし最後まで見ちゃった方、何か気づきがあった方、学べた方がいたら、少しでもいたら嬉しい限りです。ありがとうございました。